皆さんこんにちは。小さな手芸屋さんのフィロザみなみです。リュネビル刺繍のノウハウを紹介するビデオを作りました。刺繍のことをもっと知りたいという方や、もっと上手になりたいという方、刺繍が大好きっていう方のためになれば嬉しいです。今日のビデオは、リュネビル刺繍の基本の木、チェーンステッチについてです。では、ご覧ください。チェーンステッチとは、糸が鎖のように並んで見える縫い方のことです。表側は糸が輪っかのようになっていて、裏側はまっすぐに並んだ縫い目になっています。リュネビル刺繍では、この表と裏の両方をデザインやテクニックによって使い分けます。これがリュネビル刺繍で使う専用のかぎ針です。フランス語でクロシェ・ド・リュネビルというのでクロシェと呼んでいます。針先がとても小さくて尖った釣り針のような形をしています。持ち手にはネジがついています。このネジがついている方に針先の返しもついています。で、クロシェには前と後ろがあってネジがついている方が前、その反対側が後ろです。人の体に例えると、このネジがおへそ、後ろが背中です。このビデオでは、へそと背中というキーワードが出てくるので、ぜひ覚えておいてください。では実際にチェーンステッチをやってみます。クロシェは利き手でペンのように持って、もう一方の手は刺繍枠の下で糸を持ちます。両手を使って刺繍をするので、刺繍枠はこういう自立するタイプのものを選んでください。生地はオーガンジーを使ってしっかりと貼っておきましょう。チェーンステッチはまずクロシェを刺して、下で糸を針先にかけて、クロシェを半回転して抜きます。クロシェを刺して糸をかけて回して抜きます。刺してかけて回して抜く。これがチェーンステッチの基本の動きです。ではもっと細かく順を追って説明しますね。まず一番最初に練習したいのはクロシェの抜き方です。クロシェの針先には返しがあって、普通に抜こうと思っても引っかかってしまってスムーズには抜けないんですね。ここでコツが必要になります。そのコツはというと、クロシェの針先が引っかからないように針穴を広げてやること。練習をする方法は、まずクロシェを生地に垂直に刺してください。クロシェの背中側の生地に向かってクロシェをスライドするように押します。そうすると針穴が少し大きくなるんですね。押したまままっすぐ真上に抜きます。クロシェを垂直に刺して背中の方に押します。穴を広げてやってまっすぐに抜く。刺して押して抜く。アルファベットの L の文字を描くように押して抜く。押して抜く。この L 字の動きがクロシェをスムーズに抜くコツです。初めてチェーンステッチの練習をするときは、糸端をマスキングテープで生地の裏に貼っておいてください。本当だったら縫い始まりには始まりのステッチというテクニックを使うんですけれど、これはチェーンステッチができないとできないので、上手になるまではマスキングテープを使って生地の裏に糸端を固定しておいてください。
さあ、これで練習を始める準備ができました。ついにチェーンステッチに入ります。自分から見て右から左に進むように練習してみましょう。まずクロシェを刺します。必ずクロシェのへそを進行方向に向けておいてください。次に下糸を針先にかけます。糸が奥の方からクロシェの前を通って手前の方に来るように回して針先の方に下ろしてかけます。次にクロシェを半回転させます。ぴったり180度回してください。回転させる方向はさっき糸を回したのと同じ方向です。次にクロシェを背中の方に押して、そのまままっすぐに抜きます。抜いた後は糸の輪っかがねじれているんです。さっきと逆半回転をしてねじれを取りながらへそが前を向くようにしてください。今は輪っかができただけでまだチェーンステッチにはなっていません。このまま続けてさっきと同じようにクロシェを動かしていきます。クロシェのへそを前に向けたまま5ミリくらい先に刺して下糸を奥から手前の方に回して針先にかけます。クロシェをしっかり180度半回転して背中の方に押しながら抜きます。抜いたらさっきと逆半回転です。ここでチェーンステッチが一つ出来上がりました。もっと繰り返してみましょう。またクロシェを刺します。下糸を奥から手前に回してかけます。クロシェを半回転して押しながら抜いて逆半回転をします。刺してかけて回して抜きます。これがチェーンステッチです。ステッチの進行方向によって糸やクロシェを回る方向が変わります。上に進むときは糸を右側からクロシェの前を通って左側に回します。下に進むときも糸を右側からクロシェの前を通って左側に回します。右に進むときは糸を向こう側からクロシェの前を通って手前側に回します。左に進むときも糸を向こう側からクロシェの前を通って手前側に回します。どの方向の時もクロシェは糸を回したのと同じ方向に半回転させます。もし左利きの場合は今のと少し方向が変わるので注意してください。左利きの人が上に進むときには左から右へ回して下に進むときも左から右に回します。左右に進むときは右利きと同じで向こうから手前に回してください。どの方向でも悩まずステッチできるように練習してみましょう。チェーンステッチには3つのコツがあります。1つ目は下糸のかけ方です。下糸をかけるとき、ただ糸をぐるっと回しただけだと針先にかかったことにはなっていないんですね。糸は回しながら針先の方に下ろしてやるとしっかりとかかります。あと、かけた後にその糸を横や斜めに引っ張ってしまうと、半回転した時に
針先から外れやすくなります。糸はクロシェと一直線になるように真下にします。下糸が外れやすいという人はこのコツを試してみてください。2つ目のコツはクロシェを抜くときです。クロシェを抜くときに下で糸を引っ張りすぎてしまうと上に持ち上げたくてもスムーズに持ち上がりません。抜くときは下糸も一緒に持ち上げるように動かしてやるとすごくスムーズになります。ステッチの時にクロシェが抜きにくいという人は下糸を引っ張りすぎていないか見てみてください。最後の3つ目のコツはクロシェを抜いた後です。抜いた後に糸が外れやすいという人はこのコツを試してみてください。クロシェを抜いたら必ずその針穴の真上で逆半回転をします。回転しながら次を刺したり、回転しないで刺すと必ず糸が外れます。チェーンステッチに慣れた時よくあることなので、このコツを覚えておいてください。初心者の方でもチェーンステッチを使って素敵な作品が作れるようになります。カラフルな糸を使ったり、普通のビーズ刺繍と組み合わせたりして作品作りも楽しんでみてください。これからもテクニックや作品作りのことをビデオで伝えていきたいと思っています。役に立ったとか面白かったという方はぜひチャンネル登録をして早速練習をスタートしましょう。それでは小さな手芸屋さんのフィロザみなみでした。またね。